はい。ではですね、今回からリバーポットの解説をしていきたいと思います。いつもの通りですね、フラッターの教科書の方にテキストがあって、それを参考にしながら、動画を撮っているという感じになっております。で、今回どういった方が対象になった講座かというと、リバーポットっていう状態管理パッケージがあることは皆さん知っていると思うんですけども、リバーポットの公式ドキュメントというのがあります。で、これ日本語もあってすごくわかりやすい内容になっておりますので、まずはこちらを読まれた方が多いんじゃないかなと思います。で、その上でプロバイダーの使い方いろいろあったかと思いますが、いろんな種類のプロバイダーがあるんですね。で、そのプロバイダーの種類を理解して、こういう風な感じで使うんだっていうことは理解できたと。で、理解はできたんだけれども、実際にじゃあプロジェクトで使っていこうってなった時に、どうやって活用していくべきなのかがあんまりわかんないっていう方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。で、そこで今回はですね、その一端をお見せできたらいいかなというふうに思って、サンプルのプロジェクトを作りました。で、今回どういった感じの内容になっているかと言いますとですね、前回作ったこの Firebase の基礎チャット編で作ったですね、チャットアプリがあります。このチャットアプリはですね、ステートフルウィジェットを主に使って作られているんですけども、ここを、リバーポットを導入して、ステートフルウィジェットから、リバーポットを使っていくためにはどうすればいいかみたいなサンプルを今回作れればいいんじゃないかなと思って作成いたしました。なのでですね、どんな人が読むべきかというと、リバーポットの公式ドキュメントには目を通したけど、いざ使おうとすると手が止まってしまう人と。なので、リバーポットの基本的な使い方というのは、事前に先ほどの公式のドキュメントを見て理解していただければと思います。でですね、今回早速始めていきたいんですけども、まずはですね、サンプルのリポジトリを用意しましたので、それをクローンするところから始めていただければと思います。サンプルのプロジェクトはですね、このケンタ若さのチャットというところにありますと。ここですね。まずこれをクローンするところから始めていただければいいかなと思います。クローン自体はですね、ここのコードのところから、SSH でも TPS でも、どちらでもいいんですけども、クローンしていただいてですね、その上でリバーポット導入前のブランチが切られております。それが、before リバーポットというブランチがあるんですけども、こちらの方にまずブランチをですね、チェックアウトしていただいて、コマンドとしてはですね、これですね。git チェックアウト before リバーポットと。でこのブランチに、切り替わった状態で、進めていければと思います。で、コミットしながら進めたいという方はですね、ぜひフォークしてからクローンされるといいかなと思いますので、フォーク自体は、どこだ ?GitHub がいなくなったが、こうですね。ここからフォークしていただいて、話を聞いていただければと思いますと。じゃあ、フォークして、クローンして、その上でチェックアウトも終わったという前提でちょっと話を進めていきたいと思います。でまずはですね、ストリームプロバイダーというのを使って取得するというところをやってみましょう。ストリームビルダーというのを今回、元々のアプリでは使っております。これをストリームプロバイダーというやつに置き換えてみようというのを、まず最初にやってみたいと思います。で、その上でですね、なんでストリームプロバイダーを使うんだというところ、まずは理解しておいて、利点が理解できた上で、やっぱり学習した方がなんでそれを使うのかっていうところが、より腹落ちして記憶にも定着すると思うので、まずその利点をですね、しっかりと理解していただければと思います。で一つ目はですね、キャッシュしてくれるというのがありますと。キャッシュしてくれるっていうのはどういうことかというと、ストリームビルダーで見ていた場合ですね、普通にそれを見てしまうと、別ページで行った時も毎回読み取りっていうのが発生してしまっております。で、それをですね、ストリームプロバイダーというのを使ってやれば、一度フェッチしてきたデータというのはそのままキャッシュした状態になっていて、別の画面でそのデータを見たとしても、もう一度再取得することはないということですね。キャッシュしてくるのが良さですよというところが一つあります。もう一点は、ウィジェットを簡潔に書けると書いてあるんですけど、ここはどちらかというと条件分岐を簡単に書けるというところですね。ストリームビルダーの場合っていうのは、
そのデータを取得している状態とか、データの取得に失敗した状態とか、データが取得完了してますよっていう状態とか、実際には空でしたよみたいな状態。そういうのをコードをガシガシ書いていって条件分岐を表現してやっていく必要があるんですけども、リバーポットに備わってるですね、async value だっけなっていうのを使っていただけると、すごく簡単に、ウィジェットの分岐っていうのを書くことができます。具体的にはデータが来た場合と、エラーの場合と、ローディング中の場合、この3つのパターンに分けてウィジェットを簡単に出し分けるっていうことが可能になるので、そこを簡潔に書けますよってところが、リバーポットの良さかなというふうに思います。なので、そのストリームプロバイダーをまず使ってみるってところを、やってみましょうというのが今回の、最初のコンテンツになります。じゃあ実際にストリームプロバイダーを使ってみましょうということなんですけども、まずはストリームプロバイダーを宣言するというところをやってみましょうと書かれているので、ここをやっていきましょう。クローンしたリポジトリが、こちらになっていて、実際ですね、ビルドはしなくてもいいと思うんですけども、したら、どういう動きになっているかというと、こういうアプリケーションが立ち上がっていますよと。感じですね。これで、ダメですね。ここをチェック。ダメだ。ここをチェック入れていただけると、ぬるいになっちゃうのか、これ。一瞬ぬるいになっちゃいましたが、入るということで、とりあえずは動いているという感じです。これをなんとかしていくという話なんですけども、該当箇所はですね、ポストウィジェットじゃなくて、メインじゃなくて、チャットページですね。チャットページの方に書かれている、このストリームビルダーっていうやつをフューチャープロバイダーを使った形に書き直していこうという流れで話していきたいと思います。まずはですね、lib のフォルダの中に providers というフォルダを作ってあげましょう。providers というフォルダを作ったら、その中にですね、今回は post provider という名前でファイルを新規で作成してあげます。post provider.data と。で、ここに書いていくわけなんですけども、今回ストリームとなっているところがどこかというと、この post reference with converter の order by .snapshot。これがストリームなわけなんですけども、これをストリームプロバイダーで提供してあげようということです。で、リバーポットのパッケージがまず追加されていないので、フラッターパブアド、フラッターリバーポットとターミナルで入力してあげて、パッケージを追加するところからやってあげましょう。まずはパッケージを追加してあげてですね。それで、こうですね。ファイナルのポストプロバイダーというプロバイダーを用意してあげると。で、ストリームプロバイダーを作ってあげて、今回レフは使わないので、アンスコにしてあげましょう。で、これは単純にストリームを返してあげるだけで OK なはずです。そうですね。ここをじゃあコピーしちゃいましょうか。元あるですね。このストリームのこいつはインポートしてくればよいので、インポートしてきてあげて、このスナップショットがストリームになっていることがわかりますね。こいつをリターンしてあげて、それだけでこのストリームプロバイダーというのが使えるようになっております。で、このストリームプロバイダーを使って、それを参照するような形に直していくんですけども、まずは、ステートフルウィジェットという状態では、ストリームプロバイダーを参照できませんので、まずはそれをステートフルウィジェットをコンシューマーウィジェットに変更するっていうところをまずやっていきたいと思います。それはですね、フラッターリバーポットスニペッツっていうのを使うとうまくいくので、これ VS コードの拡張機能なんですけども、これを入れてない方はこれを入れてみてください。で、ステートフルコンシューマー、STFUL コンシューマーと入力するとスニペットが出てくるようなので、それを見てみます。実際に直すとここはこのチャットページですね。チャットページの中で、現在はステートフルウィジェットになっていると。
で、ここを stful コンシューマー。これですかね。これを選択してあげると、このような形で。で、同じ名前でいいので、チャートページと入力してあげます。で、これはインポートするだけですね。で、この形にした上で、ここがいらなくなるということなので、ここから上ですね。ここまでかな。消してあげれば OK と。これで、コンシューマーステートフルウィジェットの形になりました。これでですね、ウィジェットレフというものが使えるようになったので、それを使って先ほど提供したプロバイダーを見ていくということをやっていきます。で、実際に直すべきはこのストリームビルダーのところですね。ここを直していきましょう。ストリームビルダーを、先ほど提供したポストプロバイダー。これを ref.watch の形で見てあげると。で、そこにストリームポストプロバイダーを見てあげて、これでですね、このウォッチした値が何になってるかという話なんだけど、when というのが生えてるんですね。この when というのが今回の肝になります。when というのをつけてあげるとですね、まずストリームプロバイダーの中身。全部一旦コメントアウトしちゃいますか。ここから、ここで終わってるのかな。終わってるのかな。でこの when というのの解説をしていきたいんですけども、先ほども言ったようにデータが入ってきた場合はこのウィジェットが呼ばれますよと。で、エラーになった場合はここが呼ばれますよと。ローディングの場合はこいつが呼ばれますよという風になっています。それぞれですね、ここでは、クエリスナップショットのポストが入ってきた、引数として入ってきて、それをウィジェットとしてリターンするという関数が入ると。エラーの方には、エラーの対象とスタックトレースが入ってきて、それを引数として受け取ってウィジェットを返すようなものが入りますよと。ローディングの方は、何も引数としては受け取らずにウィジェットを返しますよという風になっております。形として書いていくと、ここにはデータが入って、何かしらのウィジェットがリターンされると。一旦サイズボックスとか入れておきますか。で、ここにはエラーとスタックトレースが入っていて、何かしらのウィジェットがリターンされると。で、ローディングは何もリターンされずに、何も引数として与えずに、ウィジェットが、リターンされるという風になっています。書いていくとデータが入ってきた場合、エラーがエラーになった場合と。ローディングは、データを読み込んでいる最中。データを読み込み中。このような形ですね。3つのパターンをこうやって綺麗に分けて書くことができるっていうのが、ストリームプロバイダーを提供することの一つの意味になってきます。でですね、ここに何を表示させていくかということを書いていくんですけども、教科書の when に置き換えるというところまで今終わりました。でですね、その上で、データのところにはリストビューを書いているようなので、これを書いていきましょう。そうですね。データのところにはですね、これアロー演算子ちょっとやめましょうか。演算子をやめたいときは、これでいいのかな。で、リストビューを返しているようなので、リストビューか。ドットビルダーを返してるのかな。リストビュードットビルダーを返してあげてると。で、アイテムカウントに対してデータのドックスのレングスを見てあげていると。これはコンテクストのインデックスで、リターンでポストウィジェットというのがあるので、それを返してあげています。で実際のポストのデータがどこに入っているかというと、ポストのデータは、データの型に注目してほしいんですけど、クエリスナップショットで、ジェネクスのところにポストってあるんで、データの、ちょっとわかりづらいですけど、ドックスの中が、ポストのリストになっていると。で、ドックスのインデックスを
引っ張ってきてあげれば単体の、これですね。この時の型枠よりドキュメントスナップショットのポストになっていると。この中のデータがポストなわけですね。これで、ここにカーソルがってると、これがポストという型になっていることがわかります。で、このポストという型になったこいつをポストウィジェットに渡してあげて、表示されるということですね。エラーのところは、ちょっと適当ですが、中央に、テキストウィジェットで不具合が発生しました。というのを表示させています。ので、そういう風に書いていきましょうか。コードブロックにした状態で、こうと。で、ローディングですね。ローディングは最後。これも同じですね。サーキュラープログレスインジケーターを回してるだけという感じになってるので、これを書いてあげましょう。ここまでかな。ローディング。OK と。これで、この3つの場合についての出し分けというのができるようになりました。これ書いておこうかな。これで一旦ビルドしてみましょうと。でですね、これでちゃんと表示されているかっていうのを確認した上で、本当にキャッシュっていうのが動いているのかっていうのを次は見てみたいと思います。プロバイダースコープがないと。そうですね、リバーポットを使う上で、一番忘れちゃうのはこのプロバイダースコープで囲むってところなんですけども、やることはすごく単純で、ここをプロバイダースコープというので囲めば OK です。ウィジェットでいいのかな。で、プロバイダースコープと。プロバイダースコープをインポートしてあげて、この形で OK ですね。で、もう一回ビルドしてみましょう。これで囲まないと、プロバイドしたものたちが一切見れないということですね。これは後々、重要になってきます。はい、来ましたね。このような形で、見えております。で、これがですね、まず、キャッシュされているのかどうかっていうのをちょっと確認してみましょう。今、右上のボタンを押すと、マイページの方に飛ぶんですけども、ここですね。これを一旦、もう一回自身のページ、チャットページを呼び出すという風に書き換えてあげます。そうすると、無限にチャットページが開くんですけども、ここでですね、まずローディングのところ、ここに、ブレイクポイントを貼ってみましょう。ローディングのところにブレイクポイントを貼った上で、リスタートしてみる。そうするとですね、1回目はローディングのところでブレイクポイントが止まっていることが確認できます。これをですね、続行を押してあげて、1回目はこれ一瞬ですが呼ばれましたよと。じゃあ2回目、ここ、遷移した時にチャットページがもう一度表示されるんですけど、そのタイミングでもこのローディングが呼ばれるのかという話ですね。もしキャッシュというのがうまく働いているのであれば、このローディングというのが絶対呼ばれないはずだと。じゃあ押してみましょうということで。はい。遷移してもこのローディングというのは呼ばれていないということがわかります。じゃあ元々のやつだった場合はどういう風に動いてたのかという話なんですけど、それちょっとやってみましょうかね。チャイルドのところ、ここをブレイクポイント一旦外してあげて、この上で、ここまでコメントアウトして、元々入ってたこのストリームビルダーを見てあげましょう。ベースナップショットインポートしてあげて、ですね。この状態にしてあげます。で、ここですね。ここにブレイクポイントを貼ってあげて、この docs が呼ばれるタイミングを見てあげます。で、まずリスタートしてもらうと、docs の中身、これはリストの中身が今0個という状態になっています。で、これ続行を押すと、もう一度呼ばれて、docs の中身が次は入った状態になります。つまり、このタイミングで読み込まれたと。最初はドキュメントはなくて、次の更新の時にドキュメントが入った状態になった。で、つまりこれは1回ドキュメントがなくて読み込んだということですね。でこの状態で、さっきと同じように同じチャットページを開いた時にどうなるのかと。もしキャッシュがされているのであれば、docs の値に最初から値が入っているはずだと。そういう状態になるはずなんですけども、実際押してみましょう。それとですね、docs の中身は最初からまた0の状態なんですね。つまりキャッシュがされていなくて、もう一回読み込み直しているという状態になっております。
続行すると入ってくると。これはですね、さっきと動きがちょっと違うところで、読み込み直してる分、ちょっとコストがかかってしまっていますよというところですね。これをまず理解いただけたら嬉しいです。でですね、ここコメントアウトして、ここ、むずい。ここまでですね。また戻してあげて、これをインポートしてくると。この状態にしてあげたいと思います。はい、動いてますね。キャッシュされていることが確認できましたので、次のステップに行きたいと思います。で、プロバイダーを組み合わせてみようというところをやってみます。最初に作ったポストプロバイダーをもう一度見てみましょうということなので、見てみましょう。ここですね。これはポストリファレンスウィズコンバータに依存しています。依存しているというのはこれを使ってしまっているということですね。で、これではポストプロバイダーをテストしたいときに困ります。なんで困るのかっていうのはもうちょっと話を進めていくとわかると思います。こいつに依存してるってことは、こいつのモックを注入できないということなんですね。なので、ポストリファレンスウィズコンバーターっていうのをじゃあ次見てみましょうと。コマンドクリックすると見れますので、こういう画面になりますと。で、こういうコードが書かれていますよと書いてあります。これも Firebase Firestore に依存していると。Firebase Firestore インスタンスをここで使っているから、この Post Reference with Converter はこいつに依存しているということになります。で、これだと Firebase Firestore の Mock というのを注入してテストを書いてみるということができなくなってしまいますと。なんで、まずはこの Firebase Firestore は別に何にも今のところ、依存していないので、Firebase Firestore をまずプロバイダーで提供してあげるということをやってみたいということを次にやっていきます。プロバイダーズのフォルダの中に、まずは Firestore Provider というファイルを新規で作成していきます。Firestore Provider.dat という形で作ってあげて、もうちょっとでかくした方がいいですかね。その上で、これは、普通のプロバイダーですね、提供してあげるということで、ファイナルで、Firestore Provider かな。名前であげて、プロバイダー宣言してあげて、レフは使わないので、で、リターンで Firestore.instance と。こいつをプロバイドしてあげると。こういう形ですね。で、今度はこいつを Post Reference with Converter をプロバイドするときに使ってあげようと。この提供したプロバイダーをですね、プロバイダーのこのレフを使って参照して、そいつを元に、さらにこの Post Reference with Converter をプロバイドするということを次やってみます。で、いつものようにですね、まずは Post Reference Provider.dat というのを、ファイルを作っていきます。Post Reference Provider.dat かな。Post Reference Provider.dat と。で、こいつを提供する。また、プロバイダーですね。単にプロバイダーで提供したいと思います。Post Reference Provider として提供すると。Post Reference Provider と。コールプロバイダーと。で、今回はレフがあって、という感じになっています。これインポートしてあげる必要があるので、インポートしてあげましょう。ポストリファレンスプロバイダーをどうやってやるか。このレフを使うんですね。まずレフ使って Firestore を見てあげると。先ほど Firestore をプロバイドしたんで、このレフの世界の中に Firestore がいるんですね。Firestore プロバイダーを見てあげると。で、ここで Firestore が手に入ります。で、こいつを使ってあげるんですね。こいつを使ってあげて、
この with コンバーターのやつを書いてあげるということなので、リターンで、Firestore から、コレクションで、ポストかなポストというのがあって、そうですね。で、ここから with コンバーターが出てきていますよと。で、with コンバーター、ちょっと見づらいですね。with コンバーターというのが何をしているかっていうと、まずはポストを返すようになってますよと。で、from Firestore のところでは、まず、なんだっけ、スナップショット自体を受け取って、こちらには、オプションが入るんで、何もしないと。で、実際に受け取ったものは、post from Firestore の形で返してあげると。という Firestore の形については、バリューが入ってきて、ここはアンスコでいいですよと。バリューを to マップしてあげたものをリターンしてあげるようにしてあげると。これで with コンバーターの方は完成ですね。ここでですね、プロバイダーの中に入っている Firestore を参照しているというのが、後々効いてくることになります。プロバイダーで提供したものをプロバイダーの中で見るためには、この ref というのを経由して ref.read などで、そのプロバイダーを参照すれば値を引っ張ってこれるという仕組みになっているところだけ、まずは理解してもらったら嬉しいです。で、ポストプロバイダーの中でポストリファレンスプロバイダーを使おうということなので、先ほどですね、依存していた、どこですかね。ポストプロバイダーですね。ここで、こいつが依存してるんですけども、これもレフを経由してみてあげようということです。レフが復活してですね、変数名は何になってるかな。ポストリファレンスと。ポストリファレンスで ref.read をしてあげて、ポストリファレンスプロバイダーがいるはずなので、ポストリファレンスプロバイダーを見てあげると。このような形で ref を経由してこいつをリードしてあげて、こいつをここで使ってあげるということをすることで、後々旨味があります。具体的には、mock データ、mock を注入しやすくなるといった作用が期待できるので、リバーポットの中に全部閉じ込めていくということをするときは、それぞれプロバイダーで宣言していくということが重要になるので、その流れをちょっと今やってみました。これでですね、この段階で references.dart が不要になったということで、それを削除しましょうと。もともとはですね、references の中に post reference with converter を見ていたんですけども、これがもういらなくなったよということなんで、これを削除しますと。削除するとですね、こういう風にいろいろ赤線が出てきてしまうので、そこを直していきます。実際赤線が出てくるのがここですね。ここで使ってますよということなんで、ここを直してあげるんですけども、直すのはすごく簡単ですね。ここの中、ステートの中なんですけども、ここではどこでもレフを使うことができるので、ref.read という形で見てあげて、ポストリファレンスプロバイダーかな。こいつを見てあげて、この形で OK ですと。で、オーバーライド with value を使って mock を注入してみようというのを次やってみます。まずこの状態でエラーがちゃんとないのかって、これですね。これを消してあげて、これでエラーがないはずですと。はい。これはいらない。こいつももう消して OK ですね。ストリームビルダーを使ってたところ。はい、これを消してあげて、続行と。で、モックを注入するというところをやってみます。Firestore のモックはですね、Fake Cloud Firestore というパッケージで注入することができますので、これを、一旦ここだかな。これはもう使ってるのかな。このバージョンのパッケージの中にもしあれば、それで OK です。ありますね。Fake Firestore のパッケージが存在するので、このままで OK と。モックの注入自体をどこでするかというと、先ほど作ったこのプロバイダースコープの中で注入すると。ここでですね、プロバイダースコープの中でオーバーライド
オーバーライド、これですね。これで、今使っている Firestore プロバイダーをオーバーライド、上書きしてあげることができると。オーバーライド with プロバイダー。プロバイダーでオーバーライドするんじゃなくて、バリューですよね、今回は。オーバーライド with バリューで。で、その今回でバリューの中に、この Fake Firebase Firestore を入れてあげると。Fake Firebase Firestore を入れてあげて、コンストを外してあげると。これでですね、もともとはこれ何を見ていたかというと、Firebase Firestore、Mock じゃないものですね。Mock じゃないもののインスタンスを見ていましたが、Override with Value で Fake Firebase Firestore の Mock で上書きするということをこれでやれています。これで Mock の注入は完了しているはずなので、これで一回ビルドしてどんな感じになっているのかを見てみましょう。Mock を注入したということは本番データには接続されていなくて、今また新たに立ち上がった Firestore、ダミーのものですね、繋がっているので、このような形になります。ここの中で入力等をやってみて、どういう挙動になるかというと、先ほどまでのデータは入っておらず、こういう感じでダミーのデータが、更新されるような形になります。これはネットワークの接続をしていなくても、このような挙動が再現できるというところが、このフェイクを使う利点ですね。モックを使う利点になっております。こういうことがですね、今まで、こういう風な形で各種プロバイダーを宣言して、そのプロバイダーに依存するような形で書いてあげたということをするおかげで、この Firestore プロバイダーというのを今オーバーライドしました。そうするとこれに依存しているですね、ポストプロバイダー、ポストリファレンスプロバイダーですね。まずこいつがこいつに依存してるんですけども、オーバーライドしてあげたことによって、ここがフェイクに変わって、それを参照してあげたと。で、さらにそいつが伝播して、このポストプロバイダーの中でもですね、フェイクの方を参照したポストリファレンスが手に入って、最終的なポストプロバイダーもフェイクの方を参照したポストを、提供してくれるようになったと。こういう、ですね、依存関係の伝播みたいなものをうまく使ってあげることで、Mock の注入がやりやすくなるっていうのが、リバーポットのまた一つの利点であるので、こいつを十分活用してあげてテストコードを書いていけば、より保守性の高いコードになるということになっております。で、さらにですね、Firebase Auth っていうのも今回は、プロバイダーを使って提供していきたいというふうに思っていますので、その作業に取り掛かっていきましょう。Auth プロバイダーというのを宣言してあげましょう。Auth プロバイダーを作ってあげて、ファイナル Auth プロバイダー。で、こいつはただのプロバイダーで、レフ見ていて、これはインポートしてあげればよいですね。で、リターンするのは Firebase Auth のインスタンスですね。これをリターンしてあげるという形で、最新のユーザーをプロバイドするストリームプロバイダーも作成してみましょうということなので、これを作っていきたいと思います。名前はユーザープロバイダーと。で、これはストリームプロバイダーで宣言をするので、ストリームプロバイダーでレフを見ていて、でですね、ここで宣言したやつをこの中で見たいので、auth と、ref.read の形で見て、auth プロバイダーと。で、これで手に入っていますよと。でその上ですね、その Firebase Auth という名前ですか。Firebase Auth の中に User Changes というのがあるので、これがユーザーの状態が、変わっていったことをストリームで流してくれるものになるので、Firebase Auth の中の User Changes をリターンしてあげるという風に作ってあげます。カーソルを当てると、ユーザーというデータをストリームで提供するストリームプロバイダーが出来上がりました。で、次。最初の UID をプロバイドしよう。ということなので、こいつをやっていきましょ
UID プロバイダーというのをストリームで提供したいということですね。これもストリームプロバイダーで宣言してあげて、で、レフの形でウォッチしてあげていいのかな？そうですね。ウォッチしてあげて、こいつを見てあげるってことですね。こいつの中のデータそのもの、ストリームそのものを見たいときは、ユーザープロバイダーのストリームという風な形でウォッチしてあげると見ることができます。で、このストリームのこのユーザープロバイダーでこのユーザーの中ですね。この中に UID が含まれていますので、その形に変換してあげると。で、変換は単純にマップでできます。で、イベントの型を確認すると、ユーザーハテナになってますね。なので、これがユーザーです。ユーザーの中に UID がいるということなので、UID と。ですね。ハテナでやってますね。これで OK と。これでカーソルをして当てて確認すると、ダメですね。これだと、そうか。レフドットウォッチして、リターンするだけか。リターンしてあげれば、ストリングハテナが返ると。もしユーザーが、ログイン状態じゃない場合とかで、ヌルの場合は UID はヌルが返るようになっていて、ユーザーがログイン状態であれば、そのユーザーの UID を見て、それをリターンすると。ここで重要なのはですね、ユーザープロバイダーのストリームそのものの値を見たいときは、ユーザープロバイダー .stream という形で見てあげると見れますというところですね。ここだけ覚えていただければと思います。で、Firebase Host.instance に依存しているところが多々あるというところなので、それを変更していきましょう。Firebase Host.instance に依存しているところ、まず MyApp ですね。MyApp に移動してあげて、MyApp っていうのはどこにあるのかな？メイン関数の中かな？メイン関数の中に MyApp がありますね。このステートレスウィジェットをコンシューマーウィジェットに書いてあげようということですね。これをまずはやってあげましょう。コンシューマーウィジェットのスニペットあるのかい？ないようなので、こいつを書いてあげましょう。コンシューマーウィジェットと書き換えてあげて、ここにウィジェットレフが、レフ、ウィジェット、レフが入って、レフと。これで、ステートレスウィジェットの中で、レフが参照できるようになります。このレフを使ってあげるところですけども、今まではカレントユーザーがどうとかっていうのを見てあげていた部分を書き換えてあげるということですね。今回からは ref.watch を使ってユーザープロバイダーを見てあげるという風に書き換えてあげたいと思います。なので、マテリアルアップがまずありますよと。マテリアルアップがあって、ホームがありますよと。ここで ref. の形でウォッチしてあげる。何をウォッチするかというと、ユーザープロバイダーをウォッチしてあげると。ここで maybe when というのを今回使っているようなので、これを使っていきたいと思います。これできたかな。maybe when というのは、先ほどの when の簡略版のようなものですね。さっきの when の場合は、ロードとエラーとデータっていう3つの方に分けたんですけども、maybe when の場合は、データが手に入った場合と、それ以外という形で出し分けるウィジェットを決めていきます。で、今回出し分けるのはどうやってやるのか。どうやってやるんでしょうか。そうですね。データの方を先に書いていますが、サンプルの方では、先にエラーの方を書いていきますか。エラーという場合は、エラーというか、ローディング中、もしくはエラーの場合ということですね。これは普通にセンターで、チャイルドでサーキュラープログレスインジケーターを返してあげているという形になっていますので、このように返してあげましょう。maybe when は、whilst は何もしないって書いてあるので、これでいいので。データの方は、データが入ってくるということなので、これですね。
で、今回気をつけなきゃいけないのは、このデータがですね、ヌルの可能性もありますよということです。ユーザーデータがログインしていない場合はヌルなので、その場合はヌルが正しいということなので、ヌルの可能性も考慮します。ヌルの場合はサインページに飛ばすように作ってあげましょう。ヌルじゃなかった場合にどうするかというと、チャットページに飛ばそうということになっております。それで OK ですね。で、今まで書いていたこのカレントユーザーを見ているっていうパターンはもう使わなくてよくなったので、ここは消してあげます。これで OK ですね。どこかが赤い。ここのマテリアルアップをリターンしてないと。これで、データが not equal ヌルのとき、イコールイコールヌルのときですね。これで合ってるはず。データがもしないときは、サインしていないので、サインページを表示すると。もしデータがある場合は、チャットページを表示するというふうに書き換えました。じゃあ次に行きましょう。チャットページにもありますよというふうなことが書かれています。センドポストの中に Firebase インスタンス、Auth インスタンスがあるってことですね。他にもいっぱいあるようなので、まずちょっとチャットページに行きますか。チャットページの中で、ファイル内検索、Firebase Auth.instance と入力させてもらって、こいつをですね、今提供したプロバイダーを参照してみようということですね。なので、このユーザー自体がどこから手に入るかというと、ref.watch のユーザープロバイダー。でこれはバリューという形で、データが取れるので、バリューを見てあげましょう。この段階では、このページに遷移している段階では、ユーザーは絶対ログインしているということになっているはずなので、ここをキックうまくつけてあげて、ここはコメントアウトすると。これで OK ですね。じゃあもう一個の方はどこにあるんですかと。ここにあるみたいですね。フォト URL のところ。ここもですね、同様に見ていますね。f.watch のユーザープロバイダーを見てあげて、.value で、こいつはびっくりマーク。で、フォト URL も、Google ログインしか実装してないので、フォト URL は必ずあるということで、ここびっくりマークつけてあげて、ここはコメントアウトで OK と。これで修正完了です。次はプロフィールページの方ですね。ここも直していってあげましょう。プロフィールページの方は、ここですでに使っていると。ストレートフルウィジェットなので、こいつをまず書き直してあげるっていうところですね。コンシューマーウィジェットにまずは直してあげると。その上で、ウィジェットレフを見るようにすると。ウィジェットレフのレフと。で、このユーザーをですね、ファイナルユーザーのf.watch なのかな ?watch でいいんかい。リードになってますね。リードの、ユーザープロバイダーと。こいつのバリューを見てあげれば OK ですよという感じになっております。これもびっくりマークついてますね。これはコメントアウトで OK と。他にもいろいろあるかなという話で、サインアウトですね。サインアウトのところ。で今回、先ほどの MyApp の方でユーザーデータが、ログアウトされた時に空になったら自動的に画面が更新されるようにしたので、Push and Remove Until というところはまず不要になりますよと。でその上でこのサインアウトを読んでいるところは ref.read のAuth プロバイダーがあるので、それを見てあげて、サインアウトを読んであげるという風にしましょう。で、このページの前にはもう取ってあげる必要があるので、navigator.context のポップは読んであげましょうということになりました。これで良さそうですかね。ここにエラー出ているのが気になる方は、この上のナビゲーターを読んであげればエラーはなくなります。
OK かな。まだあるみたいですね。サインインページもやってますよということなので、サインインページに行っていただいて、これはステートフルウィジェットなので、STFUL コンシューマー、これですかね。コンシューマーステートフルのスニペット出して、サインインページ、サインインページと入力してあげて、インポートも忘れずにと。で、不要な部分を消してあげるということですね。こっから上かな。スクロールしない。スクロールしてほしい。こうですね。こっから上。ここまでかな。いや、もう全部いらないか。ここまで消してあげて、これで、コンシューマーステートフルウィジェットになりました。この上でですね、オースを見ているところ、早速ここにありますね。ここがレフドットまずリードのオースプロバイダーを見るようにしてあげると。はい。してあげて、他はありかなと。ここでも、プッシュ&リムバーンティールを使ってますが、今回、さっきマイアップの方でロジックをちょっと変えたので、これは不要になっております。で、その上でこの Firebase Auth.instance の方を ref.read の Auth プロバイダーに変えてあげて、カレントプロバイダーのディスプレイネームを見ているという感じになっているので、これで OK でしょう。これね、これじゃなくても、ユーザープロバイダーを見てあげて、バリューを表示して、こういう風な形でも当然良いと思います。どっちでもいいですね、これは。はい、これで OK かな。ポストウィジェットの中にもいたということで、ポストウィジェットの中に結構いますね。こいつらを直していってあげましょう。UID を見てるんですね、これは。ポストウィジェットの中で UID を見てるところを直していきましょう。これはユーザーって名前になってこれは UID が正しそうですね。ポストプロバイダー、ポストウィジェットかについてはここですね。まずこいつをコンシューマーウィジェットに書き換えてあげると。ステートレスウィジェットのところをコンシューマーウィジェットに直してあげて、ウィジェットレフを見てあげて、でその上でですね、やるべきことがあると。ユーザー ID を見てあげたいということなので、UID を見てあげると。UID は UID プロバイダーのバリューを見てあげればよしということなので、UID プロバイダーのバリュー。もし空だった場合は空文字を入れようという風な判断にしておるようなので、こうしてあげようと。でその上でこいつがどこで使っているかというと、いろんなところで使ってますね。カレントユーザー UID を見ているところ、全部ですね。これを消してあげて、このような形で書いてあげたら OK ということですね。他にはいないかな。Firebase Instance 使っているところ、ここもですね。UIDS を言ってあげると。これで OK でしょう。他にはありますか？ないので、Firebase Auth の Mock も注入してみようということですね。この Firebase Auth Mock というパッケージがあるので、これを使っていきたいと思います。これはですね、今回注入されているというか、パッケージは追加されているのかな、すでに。されてないかも。されてなかったら注入していいので、まずはパッケージを追加。で、Firebase Auth Mox というのが手に入りました。これ動くのかちょっと怪しいですけどね。で、ここもプロバイダースコープの中で Mock を注入するということができます。ちょっと書くとこまでやってみましょうか。このバージョンがちょっと怪しいんで、もしかしたら動かないかもしれないですね。次は Firebase Auth プロバイダーという名前にしたので、こいつをオーバーライドしてあげて、でここですね、Mock を書いてあげると。Mock Firebase Auth というのがあるので、
mock Firebase OS。ここでいろんなパラメータを入れることができます。何が必須かというのはここに書いてありますが、書いてないか。別に。まずサインインしているかどうかというのは、サインインしてますかというのは、true と。これエラーになってるのは、なんでだ ?can't be assigned parameter type provider Firebase OS。Firebase OS のオーバーライドバリュー。ただ、mock ユーザー突っ込むだけなんですけど、mock ユーザーはですね、こうなってるはずと。mock ユーザーは、is anonymous が false と。is anonymous が false で、UID は SAMUID になっていて、ネーム、E メールは Bob。ディスプレイネームはこれと。hot URL。なんか適当な値が入ってますので、これを入れてあげましょう。これは、なんでこういう状態になってるのか、あんまりわからんが、Firebase OS。これ一旦消したら治るかな。閉じて開いてみましょうか。チャットアプリ開いて。赤くなっているプログラムを見てみると、can't be assigned と、argument type not assignable という風に出てしまっていますが、何かがおかしいということですね、これは。さあ、どこがおかしいんでしょうか。画面整理見てると Firebase OS をインプリメントしていると。このオーバーライドできる値は、オーバーライド with provider じゃなくて、バリューを使えばいいということか。バリューを使ってあげてください。これで OK ですね。この mock ユーザーというところに入れた値で、疑似的にログイン状態になってくれるというのが、この mock Firebase OS というのになっています。これで一旦ビルドをかけてみましょう。出るのかな？先ほど hot URL に与えたやつがここに入ってるし、名前を若狭健太にしているので、入力したら若狭健太が名前のところに現れたら、よし、正しく mock が反応していることがわかります。これもネットの接続なしに、Firebase OS の挙動を mock で再現してくれているパッケージが簡単に注入できたという例でした。こいつらが注入できるようになって初めて、ウィジェットテストというのが書きやすくなるので、ウィジェットテストを最後書いてみるというところまでやってみましょう。ですね、ネットワークイメージを一部使っちゃってるところがあるので、その mock も注入するために、ネットワークイメージ mock だけ書いてあげたいと思います。一旦停止しますね。ターミナルの方で、ネットワークイメージの mock だけを一旦書いてあげると。テ
テストの内容はですね、ここに書かれているように、テストという文字列を投稿した画面上にテストという文字が表示されるのかというところのシナリオをテストしていくというふうに書いていきたいと思います。テストはですね、どこに追加しているか書かれてないかもしれないけど、テストはだいたい、ここではテストデータ消しちゃってるみたいなので、ホルダーを作ってあげましょう。ニューホルダーでまずはテストと。テストホルダーを作ってあげて、ニューファイルで widget テストのようなファイルを作ってあげましょう。で、メイン関数がまず必要なので、メイン関数を書いてあげて、その上でテストを、widget テストという名前ないかな。見てみようか。そうですね。テスト widget という名前ですね。テスト widget。インポートできるようになるはず。ならない。テストウィジェッツ。インポートすると。その上でテスターという引数を持っているということなので、まずはこれはテストの説明ですね。テストの説明を書いてあげて、ここは全然日本語でも OK です。で、テスターがあってということで、これで下の準備が完了です。で、最初はですね、モックネットワークイメージの方をやってあげないといけないみたいなので、これはめんどくさいですけど、シンクですね。こうつけてあげて、シンクと。モックネットワークイメージ。候補が出てこないですけど、書いてあげればいいのかな。インポートが出てくるのかな。出てきた。これで、その中に何か関数を入れてあげると、ネットワーク画像が正しくテストの中でも使えるようになるみたいです。その上で、まずはパンプウィジェット。これでウィジェットを表示させるというところですね。テスターの中にパンプウィジェットというのがありますので、こいつでまずは、プロバイダースコープの中にマイアップを入れているってところですね。これはコピーしちゃいましょう。これインポートするのが大変ですけども、プロバイダースコープのところですね。こいつを1個ずつインポートしてあげると。インポートして、インポートして、こうですね。インポートして、これはオースプロバイダーという名前にしたかな。ちょっと名前違っててすいません。で、フェイクもインポートして、マイアップもインポートしてあげると。これで、まずは、このウィジェットパンプすることができました。はい。で、そしたらですね、次は、まず最初の状態では、これはログイン済みの状態になっているはずなので、チャットページが表示されています。で、そのチャットページの中にテストというウィジェットが、テキストが存在するか、テストというテキストが存在するかどうかをチェックします。それはこのように書くことができます。テストというテキストを含んだテキストウィジェットが存在するかということですね。で、まずはポスト。ポストページが表示されるまで待つと。チャットページのことですかね、これは。ここに書いておいた方がいいでしょうと。で、その上でテキストを入力するということをやってみます。
テキストを入力するのはテスターに対してエンターテキストというのでできます。エンターテキストでウィジェットを見つけてあげて、そこにこいつを入力するというのが、このエンターテキストがやっていることです。その上ですね、完了ボタン。完了ボタンを押すのは、Receive Action でテキストインプットアクションで Done やってあげると、キーボードの完了ボタンを押したことになります。で、実際画面が更新されるまでにこの後時間がかかりますので、画面が更新されなくなるまで待つという、ポンプ&セトルなのかな。これを読んであげて、一旦待つと。画面が更新されなくなるまで待つと。でその上でもう一度テストウィジェットを探してあげて、この段階ではテストと書かれたテキストが1件見つかるはずなので、finds one widget というのでチェックしています。で最後に、おまけですが、ユーザー名入力した若狭健太というのが、ちゃんとウィジェットとして存在しているかも確認していきます。このテストケースが通るかというのをデバッグで確認してみましょう。じゃあ押してみます。ここを押すとテストが実行できます。時々ぐるぐると。なんかダメって言われてるみたい。どこかがダメ。どこがダメなのかはわからんけど、書いたとしたらここかな。うまくいかないですね。これはあれですかね。一回、コードまるっとパクって、ちょっとどうなるか見てみますか。パクってみました。このオースプロバイダーのところだけですかね。で、オースプロバイダーの中身がしっかりしているのか確認した上でテストしてみましょう。なぜかうまくいった。なんかミスってたんですね、完全に。はい。なんかエラーが出てたんですけど、元々のコードをね、コピーしてきて、ここに適用してやったらうまくいきましたと。ちょっと原因は不明なんですけども、とりあえず、テストが通るようになりましたと。この Mock Network Images for というのを使えば、ネットワークイメージのところの、読み込みっていうのも疑似的に再現できて、で、まずはテストが書かれていない状態と。で、テストウィジェット、テキストを入力した状態で、テキストインプットフィールドの完了ボタンを押してあげた後に、そのテストというウィジェットが存在するかを確認して、さらに、このユーザーの名前も表示されるはずなので、こいつが出てくるかというのも見て、そのテストが通ったということが確認できました。もう一回やってみますかね。はいと。通りましたので、今回の、リバーポット、ちょっとテストをするためにどうやってリバーポットを活用していくかという解説をこれにて終了したいと思います。では、ちょっと長くなってしまいましたが、お疲れ様でした。また次回何かでお会いしましょう。